やる気を捨てた瞬間に人生は動き出す。心を縛るモチベーションの呪縛を解く10の知恵。なぜ私たちはやる気が出ないというだけで自分を欠陥品のように感じてしまうのでしょうか。やる気が起きない。今日も何もできなかった。そんな夜、自分を責めながら眠りにつくのはとても苦しいものです。私たちは目標に向かって進むためには強いエネルギー、いわゆるモチベーションというガソリンが不可欠だと思い込んでいます。実はやる気に頼ることこそが私たちが挫折し燃え尽きてしまう最大の原因だったのです。多くの人はやる気という感情が動かなければ行動はできないと考えます。でも感情は天気のよう。晴れる日もあれば嵐の日もあります。そんな不安定なものに人生のハンドルを預けていては目的地にたどり着く前に疲弊してしまうのは当然ではないでしょうか。今日は感情と行動を賢く切り離し、たとえやる気ゼロのままでも静かに、そして確実に目標へと歩みを進めるための心の脱フュージョン、分離という哲学をお話しします。これはあなたを機械にするための方法ではありません。むしろ人工的な効率という圧力からあなたの心を守り、本来の自由を取り戻すための優しい守護術なのです。1、モチベーションという不安定なガソリン。勉強や仕事を始める前に、まず気分を高める動画を探し、気づけば1時間が過ぎている。感情という外からの刺激がなければ、自分というエンジンはかからないという感情依存の状態です。報酬や他人の評価、あるいは一時的な高揚感といった外の光に頼ると、それが消えた瞬間に動けなくなります。自分の内側にある静かな価値観とつながることで、暗闇でも揺るがない歩みが始まります。2、揺らぐ自分を許す作法。昨日はあんなに頑張れたのにと、今日の自分を昨日の自分と比較して落胆する。睡眠不足や体調、気圧の変化など、私たちのコントロールできない要素がやる気を左右しているだけです。常に一定の出力で動き続けるのはロボットの論理。揺らぎがあるからこそ人間なのです。その揺らぎを悪とするのではなく、ただ今日はこんな波の中にいるのだなと見つめるだけで、心の抵抗は消えていきます。3、空腹と食事を切り離すように。疲れたと感じた瞬間に、だから休むべきだと結論付けてベッドに倒れ込む。感覚と行動が接着剤でくっついたように一体化、融合してしまっています。お腹が空いたからといって、会議の最中に突然食べ始める人はいないでしょう。それと同じように、やる気がないという感覚をただの体のノイズとして横に置いておく。感覚と行動の間に一呼吸の空き地を作ることが、大人の自由の第一歩です。4、不安というエネルギーの翻訳。大事な場面で心臓がバクバクすると、自分は不安で失敗するとパニックになる。体のアドレナリン反応を不安というネガティブな言葉で勝手に解釈しています。鼓動が速くなるのは体が戦う準備を整えてくれている証拠です。それをワクワクしてきたと翻訳し直す。言葉一つで体の反応はあなたを打ち倒す敵から背中を押す味方へと変わります。5、未来の自分を演じるアクトレス。気分が沈んでいるから重い足取りでダラダラと動いてしまう。内面が行動を決定するという一方向の思い込みに縛られています。俳優は悲しい時でも英雄の役を演じることができます。今の自分は疲れていてもやるべきことを淡々とこなす役を演じてみる。行動が先行すれば後から心もその役柄に馴染んでいくものです。6、偉大なる博物学者チャールズ・ダーウィンの物語。ここで一人の偉大な先人の話をしましょう。進化論で知られるチャールズ・ダーウィンです。彼は決して毎日燃え盛るような情熱だけで研究を続けたわけではありませんでした。彼は生涯病弱で一日のうち数時間しか働けない日も多かったのです。しかし彼は自分の体調や感情という波を研究という行動から切り離す達人でした。彼は一歩一歩知識の断片をつなぎ合わせました。特別なやる気を待つのではなく、
ただ仕組みの中に身を置くこと。その静かな継続こそが人類の歴史を塗り替える知の構築を可能にしたのです。7. 疲れたまま始めよという心理。十分な休息が取れてから万全になってからと完璧なスタートラインを探し続ける。完璧主義が自分を動けなくする呪縛になっています。あるパワーリフティングのコーチは、どうすれば疲れを感じなくなりますかという問いに、疲れたままトレーニングしろと答えました。100% の力が出せない日でも 1% の力で動く。その不完全な一歩こそが停滞という一番の敵を打ち破る武器になります。8. 脳を作り変える2分間の革命。毎日1時間の読書を目標にするが、忙しい日が続くとすぐに挫折する。意志の力で自分を無理やり変えようとして脳の抵抗、拒絶反応を招いています。私たちの脳には神経可塑性という使った回路が強化される仕組みがあります。重要なのは量ではなく回数です。どんなにやる気がなくても2分だけ机に座る。その微細な稼働の積み重ねがいずれ動くのが当たり前という脳の新しい配線を完成させます。9. 意志に頼らない聖域の設計。集中したいのに気づくとスマホの通知を確認している自分に嫌気がさす。人間の脳は目の前の誘惑を無視するように設計されていません。誘惑と戦うのは素手で戦車に挑むようなもの。賢者は戦わず戦場から誘惑を消し去ります。視界から余計なものを排除し、作業のためだけの聖域を作る。それは自分を甘やかすことではなく、自分を真に尊重する行為です。10. 人工的な時代を人間として生きる。効率化や目標達成を追い求めるうちに、自分の感情が死んでいくような虚しさを感じる。現代の絶え間ない成果を求める社会構造は、本来の人間には不自然なものです。こうしたメソッドを使う目的は、あなたを冷徹な仕事マシンにすることではありません。むしろ、やりたくないことに浪費される意志力を節約し、本当に大切な人や心から愛する時間のために、あなたのエネルギーを取っておくためにあるのです。今日お話しした感情と行動を切り離す技術は、即効性のある魔法ではありません。何度も失敗し、またやる気の波に飲み込まれてしまう日もあるでしょう。でも、どうか覚えておいてください。あなたが今日は何もしたくないとベッドでうずくまっているとき、それはあなたが怠け者なのではなく、あなたの心があまりに多くの刺激や圧力に対して、懸命な避難行動をとっているだけなのです。もう、無理に自分を奮い立たせる必要はありません。やる気がない自分のままで、ただ、ペンを握る。疲れた自分のままで、ただ、靴を履く。その静かな、一見すると無力な一歩こそが、どんな情熱よりも強く、あなたの人生を遠くまで運んでくれます。明日、もしやる気が起きなかったら、よし、これで準備は整ったと、自分に微笑んであげてください。そこが、あなたの真の強さが始まる場所なのですから。あなたの明日が、少しだけ静かで、確かなものになりますように。